歌うこととか踊ること自体が好きになっていって、こう人の前で歌を聴かせたいなとか見せたいなと思うようになっていきました。パスコード大神ひな子。大神ひな子です。22歳です趣味は食べることと食べ物に関して考えることです。4月とかはもう本当に会って仕事することがほとんどなくて、9割ぐらいは家の中にいて、韓流ドラマにめっちゃハマってずっと見てました。イテウォンクラスと愛の不時着ですねみんな見てるやつそうですね、ライブがもう本当にほとんどなくなってしまったんですけど、でもやっぱりファンの人と交流する場は減らしたくないなってことで、インスタグラムで生配信したりとか、あとサウンドプロデューサーの平地さんっていう方がいるんですけど、その方とインスタでコラボして一緒に配信して、そこでファンの人とかからもこうコメントもらったりとか質問もらって答えたりしてました。モチベーションはやっぱりそのファンの方が SNS で自分がつぶやいたことに対してすごく反応くれたりとか、あとはライブ延期しますっていう発表した時にそれでも待ってるよとか、早く見れるの楽しみにしてるねっていう声をもらって、すごい気持ちが途切れなかったというか、またできる日にこう焦点を当てて今できることを頑張ろうって思ってモチベーションは保ってました。あと体力で言うと、今までもそのライブですごく体力必要なのでつけなきゃと思ってたんですけど、なかなか他の仕事があるとあんまり体力作りできてなかったんですけど、逆にもう本当に仕事がなくなったので時間がいっぱいできて、筋トレとかを毎日できるように習慣づきましたね。大切にしていることは、なんか小さなことでもこう目標とかその時の課題を見つけて、なんか常にもう本当に些細なことでもいいのでそれを持ってるようにしていることと、あとはなんか何が起こってもこれは自分を成長させてくれるもんなんだぞとポジティブに捉えるようにしてます。小さい頃はマッサージ屋さんとか歯医者さんとか習字の先生とか、なんかすごい渋いのが多かったですね。身近に接した人の中ですごい憧れを抱いてたんだと思います。中学校の時がソフトテニス部で、高校生が軽音楽部でした。中学校の時はもう本当に部活を楽しむっていう感じで、友達と仲良く、もう本当に学生生活の思い出をいっぱい作ってたんですけど、高校2年生の夏にパスコードに加入して、そこからすごい両立は大変になったかなっていう記憶はあるんですけど、高2の最後の方にメジャーデビューするっていう話が上がってきて、そこからはもう大学に進学せずにパスコード1本でやっていこうって決めたので、ちょっとテスト勉強とかはおろそかにはなりつつあったんですけど、でも赤点だけは取らないようにしようと思って、夜とかにこう大阪から東京に車とかで移動する中で、なんか携帯のライトをこうやって当てながらノートを見て確認したりとか、単語帳をライブ会場に持ってって楽屋で見たりとかしてましたね。支えてくれた人はいっぱいいるんですけど、でも高校の時はやっぱり学校の友達が本当に助けてくれてて、週に 3,4 日ぐらい休むこともあったんですけど、友達がノートを貸してくれたりとか、あとメジャーデビューした時にクラスの全員でサプライズしてくれて、もう本当に多分メジャーデビューするってなって東京に1週間ぐらい行ってて、全然学校に行けてなくて、でその仕事明けに久々に学校行ったら
教室でなんか急に自分たちの曲が流れ出して、でおめでとうって言ってなんかアルバムとかクラスの全員から渡してもらって、すごく励みになりましたね。小学校5年生の時に一つの動画がきっかけですごい好きになって、で自分も歌とかダンスを真似してるうちにここに入りたいなと思って純粋に憧れて応募しました。オーディションを受けた時はなんかよくわからないんですけど、根拠のない自信がすっごいあって、こんなに憧れてるんやし、しかも多分誰よりも気持ちは強いと思ってたんで、なんか受かるんじゃないかなみたいな思ってて、すごい楽観的で、でもそれがなんか今思うと本当に努力不足だったなっていうか、なんかあんまり頑張り方を知らなかったのかなと思うんですけど、なんか多分みんなはその最終審査とかに向けてすごい先生から教わったことを練習してたと思うんですけど、私はなんか家でもそんな練習した記憶もないし、まあ元気で気持ちさえ強ければ受かるだろうと思ってたんですよね。頑張り方が分かってきたのはパスコードに加入してからかなと思うんですけど、本当にそれまでは芸能スクールとかに通ってたわけじゃないので、周りにその自分と同じようなことをやってる子がいなくて、こう刺激とかも全くなかったんですけど、やっぱりグループに入ると周りのメンバーも頑張ってる姿が見れるし、他のグループとかアーティストさんとも会うことが増えたので、この人たちはこんなにこういうことをしてるんだよなとか、そういうのがすごい分かってきて、なんやろ、負けてられないなっていうか、自分もしなきゃやばいなって思って、そうですね、やるようになってきましたね。一番初めは幼稚園の時にキッズモデルを多分テレビとかで見て、お母さんにやりたいって言って、で登録制の誰でも入れるようなところに登録してもらったんですけど、いざやってみるともう本当に人見知りで、もう大人の人が怖くて、オーディションとかも何回か受けたんですけど、すぐ泣いちゃったりとかして、その時は幼稚園ながらに絶対もうこんな仕事はしないって心に誓ってたんですよ。でもその小学校の時にまたこう表に立つことに憧れて、でその後中学校の時はオーディション雑誌買ってきて、いいなと思うところに履歴書送ったりとかしてて、で中2の時に大阪の芸能事務所に所属できることになって、ライブも出させてもらったりとか、一人で歌ったりとか、あとは舞台に出させてもらったりとかしてましたね。なんか振り返ってみるとなんか挫折したっていう思い出があんまりなくて、でも多分その都度都度で悩んでたこととかはあったと思うんですけど、うまくいかないなとか、これこうしたいのに全然できないなみたいなもどかしさはあった気がするんですけど、でもあんまり覚えていないので、多分こう寝たりしたらすぐ忘れるタイプだからかなって思うんですけど、そうですね、だからあんまり無理だとかなったことはないですね。まだ目標は去年の新木場スタジオコーストのライブの時にパスコードとして武道館に立つっていうことを宣言したので、みんなの前でそれは絶対に叶えたいなと思ってます。で個人としては歌の力をもっとつけて、こう自分の歌で人を感動させられるようになりたいなって思ってます。はい、またパスコードがいいですとか
台湾とか韓国とかいろんなところに行ってライブをみんなに見てもらえるのを楽しみにしておいてください。私もすごく楽しみにしてます。Thank you!